こんにちは、なおです。今月の買ってみたに行く前にゲームオブザイヤー2019はセキロが獲得しました。いやー、めでたいですね。私はラスボスのあたりまでプレイしたんですが、さすがに死にゲーと言われるだけあって相当死にまくりました。はい、それでは今年最後の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから。機動武道伝 G ガンダムより旧キットのデビルガンダム。最近6年ぶりに再販されたキットなんですが、買われた方いらっしゃいますか？デビルガンダムは結構人気があるので、そろそろ HGUC 化されてもいいんじゃないかなと思うんですが、なかなかされませんね。今の HGUC のキットなんかと比べてパーツ数は少なくて組みやすいとは思うんですが、特に足なんかはね、ほとんど稼働しないような感じなので、改造して楽しむのを前提に購入してみるのもいいんじゃないかと思います。私は今のところ作る予定はないんですが、次いつ再販されるのかっていうのがわからないので、とりあえず確保しておきました。HGUC が出たらいらなくなっちゃうけどね。はい、続きまして新作のマスターグレードを行ってみたいと思います。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズよりマスターグレードのガンダムバルバトスです。これは第4形態と呼ばれるバージョンでいいと思うんですが、箱絵がめちゃくちゃかっこいいですね。オルフェンズのファンにとっては待望のマスターグレード化だと思うんですが、ついに発売されました。このパーツなんかはシルバーで塗装されています。鉄火弾のシールもありますね。金色のパーツはメッキではなく普通の成型色。これはちょっと残念かな。バルバトスはいろんな形態があるので、ルプスとかレクスとかね、発売が今から待ち遠しいですね。さらにこのガンダムフレームを使った他のモビルスーツもおそらくキット化されると思うので、今後の展開がすごく楽しみですね。続いてプレ版のキット行ってみたいと思います。機動戦士ガンダム逆襲のシャよりリガ Z です。ただこれは色違いのガンダム UC に登場したバージョンのようです。このキット、2001年に発売されたキットを部分的にリメイクしたもので、頭部の小型化や関節の可動などの変更がされています。最近こういうの多いですね。今持ってるのは新規のランナーなんですが、胸部のパーツが左右に分割されてますね。これは新しい。シールドの一部も新規パーツに含まれていますが、パッと見ちょっと違いはわからない感じです。太ももに新しく回転軸が追加されたので、ポーズの幅が広がっていいですね。頭部もしっかりと小型化されています。前のキットは確か前後で分割されてたと思うんですが、今回はトサカを中心に左右に分割されています。これはいいと思います。個人的にはふくらはぎをもう少しスリムにしてほしかったんですが、そこまでいじると新規にした方が早いかな。続きましてガンダムウィングよりガンダムサンドロック。アーリータイプがエンドレスワルツ版になったということで、ちょっとごちゃごちゃしてる感じはあるんですが、 OVA 版映画版とかっていうのは回とかカスタムって今呼ばれてるんでしょうかね。旧キットのエンドレスワルツ版は結構出来が良かった記憶があるので、見た目は劇的に違うって感じではないですが、マスターグレードなんでね、実際に比べてみると結構違うのかもしれません。これはね、結構ヨドバシで安くなってたので買ってしまいました。続きまして同じくガンダムウィングよりガンダムヘビーアームズ。この形というか色使いというかね、同じく加藤さんがデザインしたガンダム5号機にちょっと似た雰囲気ですよね。ガンダムウィングに出てくる5体のガンダムっていうのは全て加藤はじめさんがデザインしてるんですよね。なので実質バージョン加藤って言ってもいいと思います。まだまだ続きます。同じくガンダムウィングよりガンダムデスサイズ。死神をモチーフにしたガンダムということで、悪役ではないんですが悪っぽくてすごくかっこいいですね。
OVA 版に登場したデスサイズヘルカスタムもかなり人気が高いですが、このデスサイズもマスターグレードになるとこのかっこよさ、やばいですね。続きましてまたまたガンダムウィングよりウィングガンダムプロトゼロです。テレビ版に登場するウィングガンダムゼロが設定変更でプロトゼロに名前が変わったようです。マスターグレードのゼロカスタムと比べるとサイズが少し大きくなってる感じがするんですが、他の4機に合わせたんでしょうか。フレームは他の4機が一部共通なのに対してプロトゼロは専用設計になっています。おそらく変形させるためだと思います。はい、次でガンプラは最後です。最後はもちろんガンダムナタクではなくて機動戦士ガンダムシードよりマスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 です。ナタク本当は買いたかったんですが売り切れてて買えなかったんですよ。プレネであれば Amazon で買うことはできるんだけどね。フリーダムは初代を作ったことがあるんですが 2.0 の進化が見たくて購入しました。続いて購入したのは市販のプラパーツですね。新発売のアームパーツっていうんですかね。144分の1用と100分の1用を1つずつ購入しました。もう一つは100分の1用のハンドパーツで今度制作予定のザクのために購入しました。セット内容なんですが、拳を握ったタイプ、あと平手のタイプ、あともう一つは銃を握るための握り手ですね。それが左右一つずつ入っています。まずは一番の目当てである握り拳ですね。これを組み立ててみました。キットのハンドと比べると一回り小さい感じです。実際にザクに取り付けてみるとこんな感じになりました。キットのハンドパーツよりも自然な感じで結構いいんじゃないかなと私は思います。昔ハイディテールマニピュレーターというレジン製のハンドパーツが発売されてたんですが、それの造形に近い感じです。握り拳もいいんですが、平手も結構いい造形なので平手好きの人にもおすすめです。続いて100円ショップのアイテムを紹介します。今回はマスキングテープのケースを購入してきました。マスキングテープはそのままにしておくとホコリがついてしまうのでケースは必須ですよね。ケースの裏には磁石がついているのでそれも便利だと思います。色は白とオレンジがあったんですが他にもあるといいですよね。このケースは 15mm 幅のテープまで対応してるんですが、一応 18mm 幅のテープも入れることができました。ただカッターの幅は 15mm なので使うことはできません。このケースの他に今回はスプーンも購入してきました。ただサイズが半分くらいのデザート用のものを発見したので今回はそれを買ってきました。サイズも小さくてかさばらないんでね、こっちの方がいいかな。続いて消耗品を見ていきたいと思います。クレオスの新しいマスキングテープと、あと塗料攪拌用のステンレスボールっていうんですかね。このメタルパーツは RG ニューガンダム用に購入しました。さらに今回初めて購入するメーカーの商品なんですが、水転写式の白のラインデカールです。ガンダムデカールも購入したんですが Amazon から買ったものはこの通り。連絡したらすぐに代替品を送ってもらえたんですが、なんかねそれも傷ついてるんだよね、ところどころ。これはちょっとねえ。シェンロン用のデカールは間違えて2つ購入してしまったのと、あとこのウィングガンダム用、これプロット用じゃないんですよね。はい、デカールはボロボロだったり間違えて購入したり散々だったんですが、続いて塗料を行ってみたいと思います。前回の動画でも紹介したガイアノーツから新しく発売されたフッ素入りの半ツヤクリアとツヤ消しクリアです。サンプルの塗装に用意したのは希釈用の紙コップ、それに黒のスプーン、
ラッカ用の薄め液とタミヤの朝食棒、それに汚れてもいいマット、あと一番重要なのが塗装用のマスクです。マスクには防塵フィルター付きの有機ガス用吸収管を2個取り付けています。風の時につけるようなマスクだとホコリは防げると思うんですが、シンナーとかは防ぐことができないんですよね。なのでちょっと大げさに見えるかもしれませんが、こういったマスクを使用することをお勧めします。あと今回使用する塗料にはフッ素が入っているっていうことなので、あまり体の中に入れない方がいいみたいです。希釈は塗料1に対して溶剤を1から 1.5 くらいの割合でいつも行っています。前回はプラに直接塗装したんですが、今回は赤と黄色に塗装した面に使用してみました。私は半艶の仕上がりが好きなので、このセミグロスクリアプレミアムがどちらかというと好みではあるんですが、こうして実際に色を塗った上に重ねて塗装してみると、フラットクリアプレミアムの仕上がりもなかなかいいですよね。この後 RG ニューガンダムにどちらかを使用したいと思っているんですが、皆さんならどっちを使用したいですか？これはちょっと迷っちゃうな。はい、というわけで買ってみた前編はここまでになります。後編ではツールの紹介とレビュー、それに買ってよかったランキング2019をやりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。